随分コンパクトになってきましたよね。すごいですね。非常に見違えちゃいますね。あれだけとってもこういう雰囲気が出てくるんですよね。引き算しないとこうならないんですよ。足し算じゃないんですよ。やっぱり引き算になっちゃうんですね。去年ですね、はい春ちょうど1年前近くになる、去年4月だったのかな、はい。やはりYouTube 見てらっしゃるお客さんがね、訪ねて来られましてね、はい。わざわざどこから来ていただいたんですが、いや映像を見てましてね、感動したんですよって、何を感動したんですかって言ったら、いや私今まで盆栽長くやってきたんですけど、引き算なんていう言葉聞いたことないですよ。そうですね。いや、確かにね、枝を取ることを引き算という言葉で表現したんですけど、いや、その言葉に感動しましたとか言って答えて、あ、そうなんですかってなことでね、ね随分ね、頭の方まで来たですが、随分軽くなりましたよね。そうですね。やっぱりね、はい。引き算なんですよ。すごく引き算なんですよ。足すときは足しといて、引くときは引くと。ものすごい迫力が出ましたけど。そうですね、力強さが見えるんですね、こうやってやるとね。本当は世の中増えた方がいいんだけどね、盆栽だけは増えただけじゃダメなんですよ。減らさないとどこかで。世の中は逆ですけどね。世の中増えた方がいいんですよ、いろんなものが。はい。むやみにね、増やして良くなるのは盆栽じゃないのでね。そうですね。やっぱりどこかで減らすということがはい。求められるんですよね。こういうふうにこう何年もこうやってやっていくと盆栽楽しいでしょうね。やはりね、盆栽って作ってて良くなるから楽しいんですよ。悪くなったらやっぱりちょっとね、面白くないですからね。それとあともう一つはね、悪くなったというか、ある持ち主の方が持ってて、例えば自分の気に入ってた枝が枯れちゃいました。どうもこの枝枯れちゃったらこの木に魅力ないなって手放される方もいるんですよね。でもその方は確かに手放すかもしれないですよね。自分の思いの木じゃなくなっちゃったわけだから。でもそれを手に入れた次の人、枝の枯れたのから作るんですよ、盆栽っていうのは。だからよく言うんですよ、持ち主が買うと盆栽よくなるんですよ、間違いなく。なんでって言ったら、過去がないから、今が出発するんですよ。だからそういうふうに考えたならば、多少のことがあっても諦めることはないんですよ、盆栽っていうのは。そうですね。そこで諦めれるから、まあ次の人またもって楽しむんですけどね。いやね、その言葉ってね、西川さんのこと教わったんですよ。そうね、いい言葉でね、非常に、夢があってね、先にまたね、楽しみが増えていくというか。そうですよね。それが生き物である盆栽なんですよ。盆栽は古くなって持ち込んで楽しんで良くなったねって言ってるんですよね。他のもの古くなるとダメだねの世界ですから、盆栽と違って。やはり盆栽持ち込んだ結果なんですよね。そこですね。そこに魅力があると思いますよ。最大の魅力。だから諦めることないんですよ。
いつでも諦められますからですね。でも諦めたら負けなんですよね。でも何も知らずにじゃあ長く持ってればよくなるんですかって言ったら、それはまた話が違いますからね。それは違うんですよね。持ってればよくなるんじゃなくて、やはり盆栽というものはね、いろんなことをこう知って、それに伴ったことをやって維持管理をして良くしていくもんですから、そうですね。だから長く持ったから良くなるよっていうのとはまた違うんですよね。でやはり古さというものは誰が持っても時が来なければ古くなりませんから、平等ですから、はい、そこを考えたならば、じゃあもう少し、持って作ってみるかなという気持ちにもなるんじゃないですかね、諦める前に。そうですね。まあ前にも動画でね、出してもらった五葉松、頭が全部枯れちゃって、一つの枝で作った姿がありますよね。ありましたね。あれなんかやはり見てらっしゃる方が、いやあれ見てたら俺もああいうの見ちゃったらなんか諦めてたきなんとかなりそうな気がしてきたなんていう方がいましたよ、やっぱり。ああ、そうですか。やはりね。普通だったら枯れれば諦めるよねって言うから、いや諦めていい木と諦められない木とあるから、やはり諦められない木なんですよ、ああいうものだったら。そうなんでしょうねなんてことでね、やはり励みになったんじゃないですか。そうですね。見てらっしゃる方には少しでもね、そういう何かヒントが得てもらえるんなら、いいと思いますよ。まあ私なんかもう若い頃からその傷んだ木だとかね、そういうものが好きで買ってきたりして再生してたというところに盆栽の面白みっていうのは感じてましたからね、できたものが悪いってことじゃないんですよ、やはり作るところの面白みっていうのは醍醐味っていうのはそこからなんですよね、人が見放しちゃって何こんなものっていうようなものに魅力を感じてなんとかなるんじゃないのっていうところから出発する面白みですよね。数年も本当に変わってきますから、だからそういう面白みを皆さんね持ってもらえればいいんじゃないかなと思いますよね、盆栽ってのは。最高に形のいいものを買って何も知らなければね崩れてきますよね。そうですね。でも知ってれば逆に傷んだのかってよくして楽しんでた方が醍醐味あるんじゃないですか。そこに盆栽の楽しみ方っていうものが一つありますよということなんですよ。まあその話をしますとね、もう年で間に合わないよって人もいますけどね、まあそれはしょうがないですよね。年だけは皆さん平等ですから、私もそうですから、戻れるもんならいいんですけどね、戻れないんですよ。まあでもお邪魔させてもらってから、そういうの見てると、まあできるのが早くて早いですかね、本当早いんですよね。まあ西川さんよく何もしてないんだけどって言うんですよね。余分なことしてないですよね、よくおっしゃいますけど、なんかねやっちゃいけないことやっちゃダメなんですよ。余計なことしすぎんですよね。よくするためにやるって言うんですよ。よくするためにいじらないでくださいって言うんですよ。だからそうするといじらなければ悪くなっちゃう。いや違う、あなたのいじり方ではまずいんですよということです。いじっちゃ悪いんじゃなくていじり方が違うんですね。そうですね。なんですよね。そこですね。だからやはり我々の説明不足もあるんですけども、例えば時期外と思われる時期に植え替えました、なんともないんですよ、でうち行ってやったら枯れちゃったって言うから、だってこのうちでやってね枯れてないもんねって言うから、いや枯れないよ、同じ時期にやったんだよって言うんですけど、やはりどこかやり方が違うんですね。だから言葉としてできるんですかって聞くからできるんですよと答えるんですね。そうするとどういうや
やり方のもとにやったのかということじゃないですよ。できるんですかできないんですかって聞くからできるんですよと答えただけなんですよ。その含みはどこかっていうと、どのようなやり方したんですかってところをお客さんが聞いてこないと、やる時期だけ聞くからできますよって話なんですよ。そうですね、そこにやっぱり変な落とし穴があってねだから話は最後まできちっと聞いていただくってことでしょうね。ですね。結果だけを聞いちゃってってことじゃなくてね、その経緯を聞いていくってことが大事ですよね。